やっぱりなんで今回そのつぶろこにしたかっていうのは、何年か前に来てマジで70いってるやろこいつっていうのを見たんで、そういうオッケーですと思ってきた。本音はそこです。いろんな今メディアで活躍してるバストロみたいに釣り込んでるわけじゃないから、ほんまにもうそれじゃあかんと分かってんねんけど、だからその教えるっていうほどのもんないの。まあもちろんそれは知ってることはあるけど、その場その場で合わせていってるその結果論の方が多いから、これいけるかもってやって釣れたっていうロングリードのようにしてもそうし、サイレントキラー250のシンキングチューンしたやつもロケ中に実験してたんですよ。探し、まあそれをいかに楽しむかですね。いや、バレット忘れたか。オツの予感。見えたか。狙いの一匹。とりあえずまあ朝からトラブル続きです。一悶着二悶着ありました。オツの予感。今回はもつ釣りっていうよりか、なんか小ネタ集でとりあえずフリルドシャット、これはね、実はこのプロトの段階ではこのパッケージやったの。このサイズのここにミシン目が入ってんので、スポッと入るように急遽サイズ変更して、このツールボックスがあればこのサイズだとぴったり入るんで、ちょっと余ったスペースにこういうジグヘッドとか針の入ったケースを入れる。でホバストセッティングがこの裏のスリットの頭側にこうネイルシンカー入れて、このフリルの後ろから刺すのがどうも良さげ、こんな感じ。最初この目の上やってたんやけど、ひょっとしてこっちのセッティングの方がいいかもしれない。ちょっとこれまだ実験段階で、ただこっちの方が操作性はいい。ホバストでやる場合はこうシェイクしてやっぱこれが抵抗になるんで移動距離を抑えてくれるっていう。うわ、これでもただ巻きでもすげえよ。尻尾だけプルプルプルって増えてんの。いきなり見て、このこれは間違えるでしょ。あとは魚のいるところにたどり着ければ釣れるんじゃないですか。
早く巻きたかったらもうちょっとフックの位置を前にずらして、フリルから5ミリぐらい後ろかな。適当に釣りながら上がっていくわ。ちょっと水変わってるな。うん。おらんのかい。おあ、惜しい。スバイト寝た。おあ、でかかったよ今の。50後半ぐらいあったやろ。もうあかんよな、さすがに。ああ、おあー、またミス。なんで今のも50ちょいぐらいあったんじゃん。頼むわ、頼ますわほんま。実はあれ寸止めでやめとんのかな。あか違うみたいな。これ坂又の進化入れてる方が確実かもね。坂又7登場さします。坂又8と6の間。やっぱでもすっ飛びすぎるね。スコーンスコーンって行き過ぎてしまう。スイートキラーに比べたら。お、今出てきた。チェイスしてきて食わへんかったよ今。お、ほら切って食わへん。マジで。今も魚体見えたけど
バスが速すぎて食いミスしてるのか、遅くて反応できてないのか。でもなんかバスが速すぎるような気もするけどね。なんか鮎とかそのスピードのあるベイトを追ってる時にバスのスピードが速なってるっていうのは考えられる。で勢い余って食いミスするという。下流からずっと上がってきたら一旦ちょっと水が濁り出してまた澄み始めてるっていう。だからまあ中流域でちょっと濁りが出てるような感じで、それよりも上なのかな。この辺結構大きく曲がってるからね、地形変化としては十分あるんで、ただまあ岩盤とオーバーハングぐらいしかないんで、その枝が水に浸かってたりレイダウンがあったりしたらいいのかなという、そんな感じです。もしくはウッドチップみたいなその浮き込みでちょっとカバーが形成されているような、そのウッドチップはでも風とか流れでまた溜まる場所変わるんで、いいタイミングでいい場所にそういうウッドチップが集まったりしたら、それもまた狙い目かな。一応スイートキラーのジャークに反応してくれるっていうのは分かったんで、スローシンキングかスローフローティングとかサスペンドにウェイトチューンしてリップレスにしてもすごいいい動き出て、魚の反応もすこぶるいいんで、まあリザーバーの場合はやっぱレイダウンとか立ち木とか障害物あるんで、リップでかわしたいんで、もうリップはつけたまま。おっしゃー、また乗らへん。なんでおっしゃー、また乗らへん。むっちゃええとこ入っても完璧や思ってたら、なんでな。また55ぐらいあったやんか。やっぱ無駄打ちしてもあかんな。ここぞというところにしかおらへんな。やっぱ気が水に浸かってなあかんね。多分合うてるやろうな。やっぱでもあれで仕留めたいよね。このちょっと手出せへんところは坂まだであろうか。やったことない釣りに挑戦。ちゃんとバックスライドするやん。釣れるくせんわ。あ、カットカット。今の黒田君が怒りよる。ちょっとノーマルの8にするわ。
っぱでもこういうスライドする動きじゃないっぽいな。お切れてくわへん。何やあれ、こいかバスやんな。これだけもう一回やっとくわ。おっしゃ、出た、持った。かかったらちっちゃいね。ちっちゃいこともないか。よいしょ。やっぱりちょっとウッドカバー絡みをただのオーバーハングじゃなくって木が水に浸かってるんだこれ。ただこれ今までミスバイトしてきたやつがもう桁外れにでかかったんでね、ちょっと悔しい。まあでも狙いの一匹。まあ今はちょっとこうトゥイッチみたいな感じで軽いジャークみたいなやってるけど基本はただ巻きでいいです。プロロ20ポンドでフルキャストしてゆっくり普通に巻いたらだいたい2メーターぐらいのレンジをキープできてちょっとロール入って弱々しく泳ぐ感じで全然食ってくるしそれでいいんやけど、ストライクゾーンが狭い場所、岸から1メーターまでとかもうほんまピンを狙うみたいな時はこういうトゥイッチというか軽いジャークをするんだけども、イメージとしてはほんまに坂又のノーシンカージャークみたいな感じで、こいつもちょっと流行ってた水中ドッグウォークみたいなそれもできるけど、もっともう腹見せてもうすごいイレギュラーにほんまにもう痙攣してもがいて死にかけてるみたいな、結構それがスイッチ入るんでパン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 って感じだから、フラットなエリアで広大なフラットとかをサーチしたいのであればもうほんまに巻くだけでいい。この辺やろう。お、なんか出てきた。雨や。スーパーコバスちゃんがまさかの晴れてきたで。めて変わってまうやんパターンが。おこれでかい。うわでかい。2回食いミスしとるで。やめてほしいほんま。口開けたら見えてんな。なんなんやろなここの魚。
もうそこバックウォーターかな、ひょっとしたら。浅いな。お、バスいた。ほらバス。お、ここにもいた。いっぱい出てきたぞ。この木の下入ったのか。あ、食い寄らへんな、あいつら。スルーしよったよ。見てる。行こうかな、行こうかな、食うかな、食うかな、食え、食わん、食わんば。なんでマジで。いた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 。次やろお前。やっぱちょっと筋によって魚のモードが違うね。ここの魚は細くて結構ビビってる。スクールも見てないよね今回。やっぱいい場所にしかいないけど別にいい場所に執着してないって感じだね。回遊してきてスッと入ってもうまた出ていくみたいな。うっとしいなほんま。いいちゃうんか。ちゃんと回収してもらわな困りますね。おお、釣ったやん今。あれ50ぐらいの。生木で回収中にゴーン来たで。やめてほしいわもう。細かったけどね。なんか甘噛みなんやろな。これで4発目ミス。お、あれバスか。あれバス。木の向こうちょうどぶわって見に来たけど。バスでしょ。バスやんな。言ってみるけど近いな。バスバスバス。え、あ、口開けだ。でっか。どっか行ったかな。
ジか。スイートキラーだけ。これぶち込んでみた。もうぐちゃぐちゃしてあったし無理やと思うけど。別に見に来いな。とにかく上流でこれっていうことですね。比較的上流部の木が絡むところ。おお、ここまで来た、ここまで来た。お、ちょっと反応してる、反応してる。おるおる、下におる、下におる。惜しいのんばっかりやな。お、見えた今。フッキングしたやつは可愛い。いろいろありすぎましたね今日は。つぶろこって結構沖でミドストとかホバストとかピクピクとかなんかそういうので釣るイメージがあって、まあでもビッグベイトとかで見出せないかなっていうその半々の気持ちでやってたんやけども、まあ、早い段階でねスイートキラーで反応するっていうことが分かって、ただなんか食いミスとかね甘噛みみたいなのが多くて50ないぐらいのはちゃんと釣れたけど、肝心な大きいのが全部取り逃がすという変な流れを断ち切りたいな明日は。断ち切れるキーになるものってなんか頭の中にあったりします？とりあえず塩巻くわ。わかりました。うん、よし行きましょうか。まあ、こっちから行こうか。昨日と同様でまずは塩の筋手前からちょっと丁寧にやっていこうかなと。今日はもう、まあ、ちょっとパラついてるけど空も青いんで久しぶりにジグ入れてみます。フラットバックジグの8分の3オンスにデサダーツインテール、これはもう黄金コンビです。でちょっと頭細いんで割れやすいのでちょっと第一関節ぐらいからちぎってやばい雰囲気しか漂ってへんねんけど。
か。ジグ入れたら食ってまうんや。よいしょ。とりあえず取れました。ビッグベイトでは攻めきれないところやし、残ってるんやろうけど、はい、いや、普通にカバージグって釣れるって楽しいね。理由というよりも実績です。ツインテールの波動を一番ホール中にええ感じに出してくれるのが8分の3オンスのフラットバックという2分の1のジグとか1オンスのジグでもいいんやけど、むっちゃ釣れるやんっていうのは8分の3です。とね、ガード付きジグ初心者の人にありがちなのが、あって今ラインが枝に乗っかってこうなってんねんけど、ブラシガードって根がかりを防止するためについてるんやけど、これぐらいの力だと確かに針をガードしてくれるけど、強く当たると倒れ込むから、だからカバーに入れて回収するときにガーって回収すると枝とか障害物に強くコンタクトしてしまうんで引っかかります。あと枝にラインがかかってる場合はコロって巻きついちゃうんで、回収時はふわっと、何もなければさーっと巻いたらいいんやけど、枝に当たるなっていう時はふわっと回収してやると結果的には根がかからないんで効率がよくこう打っていける。これ減衰して晴れ間もさしてきて明らかに違うと思うねんな。よりカバーの奥でより一段下そうなるとやっぱこっちになってまう。うわーでっかっ、マジっすか。一瞬で吐きよったね。何あれ55、6あったでしょ普通に。食わせてるだけにも悔しさしかないね。ほんまや。いっぱいおるし。あ、じゃあこいか。うわ、バスもいる、でっかいの。
ブルフラゴッパチのノンソルト。これブルフラとノンソルトと普通のノーマルと2種類あって、でそのノンソルトの使いどころがわからんってよく言われるんやけど、1個はフリーリグ。フリーリグってほら、シンカーだけ先にスーッとしていって、後でシンカーがボトムについたらノーシンカー状態になるっていう。その時のフォールスピードが遅いからっていうのがあるんやけど、ノーシンカーの、ほら、めっちゃくちゃ遅いやろ。落ち方が。ほぼ落ちない。針なかったら微妙に浮くぐらいの浮力なんで、で、これを、ほんまに時間かけて、要は目線より下に行くともう全く興味示さなくなるバスに対して、こう、ぴょん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 ってやった時にボディがこう、バタ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 ってなるから。このジャークで、パン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 ってやって気づかせた後の、ほぼ、一瞬こう止まるような感じの時にスパンっていくようが。これも死にかけの魚。一応。その、ぴょんぴょんぴょんってやってピタって止まって食うタイミングを作ってやった時に、それで見切るようなら、やっぱりジグ巻くか、落とすか、そういう時はジャークするか。で、なんとか食ってもらえるように。ああいうところやんな。ここベイト多いな。これはボートの人しか拾えないんで拾いましょう。気がついたら。
いうか、パクッとで吐いた。魚がちっちゃくなってますね。このタイミングで釣りしてなあかんねんけどな。エグすぎる。つぶろこ編終わりましたけど、4、5年ぶりに来たとはゆえ、やりたい釣りやってみたら思いのほか反応よくって、ゲームとしてはめちゃめちゃ面白かったです。スイートキラーのジャークの動きいけるんちゃうかなです。つぶろの手強いバスでもまあいけるやろというのが結果にはつながらなかったけど、反応させることがっていうか、反応するっていうかもう食ってきてたんで、紙一重でしたけどね。でもレンタルボートも充実してて、バス3ウェルカムな湖、関西でね貴重なレンタルレイクなんで、しかも魚がでかいっていうところが魅力。難しい魚を再現性のある釣りで絞り出していくっていうのももちろん面白いし、高度なテクニックも必要になってくるし、奥深いんやけど、なんかこう自分にしか釣れない魚探すみたいな、という意味ではちょっとビッグベッドゲームもね、好きやから、その釣りがちゃんと答えてくれる魚おるんで、ただ結果につながらなかった。あんなでかい魚が食ってんのに何発食ってきたやんって感じで、そこは心残りやけどね。そういうことで帰ろうか。